さて人気ホラーシリーズ最新作の体験版が突如公開されたとのことで、今回はリトルナイトメア3の紹介を行います。多くの人気配信者が遊んでるということでご存知の方は多いかと思いますが、内容は横スクロールアクションホラーです。似た形態で有名どころにリンボとインサイドという作品があり、リトルナイトメアはそれらに影響を受けて作られたゲームと言えます。無言の小さな子供が主人公で、道中恐ろしい場面や謎を呼ぶ展開が待ち受けます。タイトルのナイトメアは悪夢の意味であり、内面的な恐怖を描写するホラーとも解釈できます。ゴアで残虐な表現ではなく、不気味さだったり心理的不安を煽る演出が行われ、画面に映るものは実際は別の何かを表しているかもしれません。特に一作目冒頭の首吊りシーンやら、千と千尋の食事を貪る豚になるシーンを彷彿とさせる場面もあり、ますます子供の心理的恐怖を示していそうです。ここら辺は一つの解釈ともなり、こういった考察を楽しむ作品でもあります。サイコホラーなのか、あるいは本当にそういう世界の物語なのかは、ゲーム内では多くは語られません。よってあまり考えないでプレイすると、なんだこれはと終わってしまいそうなところ。ところがパブリッシャーはバンダイナムコということで、大きな商業作品でもあり、道中にも最後にも印象に残る強いシーン、山場が待っています。これがリトルナイトメアをヒットに至らしめ、今作3作目まで繋がりました。開発会社は過去の2作とは異なり、アンティルドーンといったまた別のホラーゲームを作っていたところが担当しています。それに合わせてか3作目の舞台は新しい主人公とロケーションになり、1、2作目と繋がりがあるかはわかりません。デモ版では殺風景な砂漠風のロケーションを移動し、ファンタジーの世界の冒険風ゲームにもなっています。ただしプロモーションムービーを見ると鏡に取り込まれ遊園地的な場所で動いている姿も確認でき、そちらは今までのリトルナイトメアさがあります。ちなみに考察する上で重要な点として英語で遊んだ方が良い場合もあります。同じバンダムつながりの某エルデンリングもそうでしたが、日本語だと微妙に省略されたり解釈が異なり、考える判断材料が足りなくなったりします。リトルナイトメアというタイトル一つとっても、英語ではリトルナイトメアズと重要なキーワードのナイトメアが複数形になっています。ストーリーを読み解きたい場合、言語を切り替えて遊んでみるのも一つの手です。肝心のゲーム内容は至ってシンプル。横スクロールプラットフォーマーであり、今作は2人で協力して遊べます。1人の場合は AI が動かしてくれます。主に簡単なパズルを解きつつ、障害物を乗り越え、時たま襲ってくる驚かしい要素に対処します。ちょっとした戦闘シーンもあり、あまりに巨大な敵に対しては適切な行動を求められます。1人は弓使い、もう1人は巨大なスパナ使いであり、役割分担が必要です。失敗してやられてしまってもすぐ前のシーンに戻ります。今作も隠しエンディングがあることが予想されるため、考察したい人はじっくりステージを調べつつプレイする形となりそうです。デモ版の最後のシーンでは悪夢そのものの正体を感じられる何かが映ります。そんなリトルナイトメア3のリリース日は2025年10月10日で、予約価格は 7% 割引の4910円です。過去作よりも値段が上がっているかもしれず、内容量もそれだけ増えていそうです。PC のほか家庭用版各種に対応しているため、お好きなプラットフォームで遊ばれると良いでしょう。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。リトルナイトメア3。この画面の時点ですでになんか倒れてますね。キャラクターが。で、一人で進めていきます。キャラクターを選択？どっちがいいんだ？こっちの方が見た目好みかな。衣装的には。こちらか細いですね。で、左。名前はわかりませんね。さあ、何かがうっすらと見えてきましたが、これはなんだ？鏡かな？なんか見えたね、今、最後ね。窓みたいなものが。そして、二人の主人公。なんか支え合っていく感じですね。どこかのまた、でかい船内とか、そんな感じなのかな。こっから動かせますね。もう一人のキャラ、AI で自動的に動いてくれます。いろいろ調べていこう。鏡は割れてますね。荷物はでかいけど、とてもじゃありませんが、このキャラたちのサイズではありませんね。ジャンプはできる？靴もでかい。足のサイズが全然違う。なんか倒れてるよ。ネズミみたいのが。これ食べれんじゃないの？食べれない？なんかボタンを押したら、スパナ持ちましたね。これ振り回せんのかな？できる。
うら叩いても意味ないか。おい。とりあえず先に行こう。さあ、ここには。これはなんだ？この靴かな。ああ、いきなりゲームオーバー。と思いきや、夢でも見ていたのかな。これどうやって行くんだ？周りを見てみようか。手前？右のジョイスティックで先が見れますね。こっちじゃないのかな、道は。この辺どうだ？捕まりましたね。R1 で。R2 で相手も拾い、バツで投げる。捕まっていたら火のが出てきた。バツで投げる？おりゃおー、なんか聞こえたね。ちゃんとそこあるっぽいよ。なんだどうした味方か？勝手になんかやってくれたよ。ああ、そんな仕掛けがあったんだ。もっと早くやってくれよ。どうやったんだ？私じゃできないのかな？こちらのキャラじゃね。ダッシュは、これでダッシュか。外だね。いきなり。なんか、今作あれだね。よりインサイドとか、そっちっぽくなったのかな。これは、さっきのオープニング、倒れていた人影かな？行き倒れですかね。これなんか開きそうだけどね。ダメか。風が強いようだね。手で遮ってますが。どんどんカメラが引いていくよ。なんか出てきそうじゃありませんか、これ。砂に関する何かが。前方には壁がある。随分高い。はしごもありますね。塀なのかな、何かの。セーブがなされた。登ってみよう。よし、掴んで、で、上を押す。R2 を離してしまうと、降りてしまいますね。何なんだ、ここは。ピラミッドかな。鳥居に、網があるね。何用の網だ、あれ。罠なんじゃないの？なんかこっち行けそうだね、手前側。この前行くとなんか、罠が発動しそうなんだけど。大丈夫？骨が転がってるように見えるが、ここで入れるんだ。着いた。よし、先を目指そう。なぜ移動してるかわからない。これは、スパナの出番かな。これで、ぶん殴りますと。うら！へい、開いた。やたらカラスが飛んでますね。これは、なんか動かしそうだけど、掴んでね。こっちかな。よし、引いてくれ。よいしょ。どこまで？ここまで来てた。こっちはどうだ？なんかあるんじゃないの？何にも見えない。ここが落ちてしまいそうだ。落ちましたね、今ね。なんか奥に、吊るされてますね。何かが。まさになんか、エジプトっぽいね、昔の。また引くんだ。ああいう吊るし物がありましたよ。インディ・ジョーンズとかでもありました。誰かいる。やばい。しゃあめ。こういうのぶん投げると危ないかな。でも頭の上に乗ってますね。あれは、生きてんのかな。すげえ奥吊るされてるよ。うわー。やったー。呼んでどうする？なるほど。命令を出せるんだね。上に行けそうだけど、こっちは道は分かれてるな。こっちは落ちた時用の道かな。察するにね。で、このなんか、骨がいっぱい転がってるけど。我々のサイズ？もしくは鳥かな？くちばしっぽいね。でも左のキャラは鳥系なんだよね、仮面が。なんか見張られていそうだな。このカラスにね。行く先々よ。しかし、ここはカラスも吊るされている。液体が飛び散ってますね。なんだこりゃ。なんか内臓かな。お願いします。わあ。これで道ができた。大丈夫かな。登って、ジャンプ。よっしゃ。成功だ。また道が閉ざされてると思いきや、あれ大丈夫？なんか微動だにしないからね。ただの象なのかな。スパナを装備し、回す？ L でなんだ
こうやって回せる。道ができる。なんで親切なんだ。さあ、道はできたけど。待て。落ちる。大丈夫か。ギリギリセーフだ。何かが起きている。何が起きたんだ、今。見回す。上を撃って、どうなった？なんか話すぞ。今なんか喋りましたね、相棒が。はいとか言って。なかなか相棒の声が可愛いな。はいって言って。で、これは気になるんだよ、さっきから。なんでもないか。なんか箱があるぞ。危ない。足元やばい。これ開きそうだけど。なるほど。ここに置くんだな。これで道が開く。今んとこまだ簡単なチュートリアル的ですね。基本操作。それを試せる状態だ。相棒に巻いてもらうっぽいね。上に鍵あんのかな。これはなんか鍵持ってますね、上のカラス。これも象なの？なんか奇妙だよね、やっぱりね。象が椅子に座ってるなんて明らかにおかしい。なんか呪いでも受けてんのかな。ファラオの呪い的な、いわゆる石化ですね。しかし登れないな。相棒に撃ってもらう。撃ってもらった。成功した。なんかお腹部分からね、内臓が出てるように見えるけど、下に落ちてるよね。まみられたみたいな感じで。お次はでかー。あまりにでかい。巨大すぎる。うわー。超巨人じゃありませんか。しかしリトルナイトメア、過去作から見て、我々の方が、ね、存在やばいのかもしれませんね。この人たちに比べるとね、今のは異常だったよね、大きさが。引っ張れ。よいしょー。なんだこりゃー。なんか出てきたぞ。傘ですね。なんだこれ。R3 で装備。乗ってみよう。よっ。こいつはご機嫌だが、うまく乗る必要あるっぽいね。下に降りてしまう。これに捕まっていくの？グライダー？やった。スパナ使ってますね。もう一人も、なんか道具使った。おらはい。可愛らしいね。二人息を揃えて。でけえ。走る。なんだ。過去作にも、ああいう手でね、なんか物を食おうとしてるのがいたけど、それの何十倍もありそうだな。またか。これは石化の罠ですね。だからみんな石化になっていたんだ。意外とこの足元がもう天下とも引きや。なんだ、どういう仕掛けだこれ。またなんで何やってんのこいつは。赤ん坊なのかな。なんかそんな感じだよね、手の形状から見て。なんだ、頭が丸い何かが消えちゃう。踏むとキャビアみたいなのがあるよ。なんだ。虫か。バトル始まった？始まりましたね、これは。なるほど。私とどめを刺すんだ。そうしないと襲われてしまうんだ。よし、任した。相棒行け。見事だ。こねろ。一回でいいのかな。強さなんだ。よし、こっちか。はい。揺れてる。でかい。やっぱりなんか赤ん坊っぽいよね。来たー。走れ。やばい。なんだー。赤化光線。今のでかいの赤化光線跳ねてるんだ。目玉から発せられてんのか。収まった。完全に赤ちゃんだね。でかい縄だな。揺れる。一体どうなってしまうんだ。やばい。逃げろ。おもちゃ
この赤ん坊の甘い。間に合わなかった。やばい。この小さい種族が、このデカ種族に滅ぼされてしまったのか。終わった。一体どうなってしまうんだ。あれ、悪夢から目が覚めた。顔が見える。仮面つけてない。鳥人間ではなかった。どこかに捕らえられた。足音がして、これはいつの話なんだ。ここまでかな。デモ版は。そのようだね。そこまで不気味なシーンはこの体験版ではなかったかな。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。